サンプリシテでは魚を中心に料理をするというのをコンセプトにしていて、いろんな日本人らしいアプローチの仕方として、お寿司のテクニックだったり、和食屋さんが使うようなもの、日本の食材を使いながら、僕の中では素材をシンプルに表現したいなと思っているんですが、だいたい魚は寝かして使う、熟成させて使うことを考えながらやっています。フランス料理に合うようなクリーム系のものとかオリーブオイルに合うような柔らかい感じの魚を目指しながら、かつフレッシュなものを考えて作っているところですね。今日1品目の料理は明石から届いたサワラをタルタルにした料理ですね。で、タルタルにする際にうちではサワラが届いてから1週間まず塩して寝かして、その後軽く燻製をかけてもう一度1週間寝かして2週間寝かしたところでサワラのタルタルにしています。タルタルにする際に今日はトピナブルのピューレ、それからムース、ピューレソースの方には和歌山の堀川屋さんというところの白味噌を少し使ってソースに仕立てて、で最後周りに菊芋、揚げたものを食感で足して、で、菊と菊芋つながりなので菊の花を少しあしらって、ダジャレをちょっと使った料理に、最後ブラックライムといって中東で使うライムを乾かして使った、スパイスを、ムランに入れてきれいにひいたものを香りよく仕立てています。2品目は今日デザートをご用意しました。トンカ豆の香りをつけたアイスクリームですね。でトンカの香りと、それから下にチョコレートのガナッシュと、食感で今度はクランブルと、あとフレッシュの、青りんごを添えたものに、上からトンカ豆を軽くひいて、2番目の粗さだったかな、細かさの方ですかね、ムランでひいたトンカ豆を最後にしっかり振りかけて、香り立たして仕上げております。3品目、今日は牡蠣オイル漬けにしたものですね。牡蠣はオイル漬けにする際にシェリービネガーで焼きながら、でラッケのようにこう絡めてオイルにつけてます。その際に、マガオといって台湾の、山胡椒を一緒に香り炒めてオイル漬けにしたものを今日食べていただいたのは3週間ほど寝かしといた牡蠣のオイル漬けですね。でそちらをもう一度常温というか、チエドより少し温かい程度に温めたものにキノア、それから同じ牡蠣をソースにしたオイスターソースと、そのオイスターソースを、乾かして揚げた牡蠣のチップスに殻を開けた時のジュースとトマトのコンソメを合わせて作った泡をのせて、オイル漬けにしていた時に使っていたマガオと同じマガオをムーランに入れて、最後香りでのせて仕上げた料理になってます。今回ムーランを使わせていただいて、まずスタイリッシュなのでお客さんに見せててもかっこいいのと、あと調節が効くので香り立たしたい時とか少し食べていただきたい時とかの使い勝手がすごく良くて、口の中の広がりがいいんだろうなって想像がすごく膨らむので、香りは私大好きな食べるものの要素の一つなんで、使い方によってはもういろんな幅が広がるような気がして楽しみな調理道具が一つ増えたなと思ってありがたく思います。